こんにちは、島部です。今回は東京マルイ CQBR ブロック1ガスブローバッグの紹介です。チームメンバーのシュータ隊員が新品で購入したものをお借りしました。ありがとうございます。前半はレビュー、後半はハンドガードの交換方法を紹介します。初心者にも分かりやすく細かく説明していますので、ぜひチャレンジしてみてください。 CQBR、 その名の通り狭い室内などでの接近戦闘、クロースクォーターバトルに対応させるべく 10.3 インチにショート化した M4 です。なので MWS と比べると全長が8センチくらい短くなっています。個人的にこの短い全長にサイレンサーをつけた形が好みです。ボルト、アッパー、ロアフレームには塗膜が強いセラコートを採用。本物さながらの質感も楽しめます。サイトやライトなど光学機器が載っていないのでコンパクトでとても軽いです。それでは実写してみます。弾は 0.2g のバイオ BB 弾で、ガスは 134A、 ホップは最弱から7クリックで適正ホップでした。マックスが21クリックなので重量弾にも対応してます。新品だからなのかトリガーの戻りが渋いです。気を取り直して続けます。手前のターゲットが 10m、 奥のターゲットが 20m。 トリガーが戻りません。フルオートに切り替えるとまた撃てるように。フルオートでも 350×250mm の枠に収まっています。トリガーが戻らないのでフルオートに。セミオート、フラットな弾道で撃っていてとても気持ちいいです。フルオート、しっかりホールドオープンしました。続いてトリガーの戻りが悪かったので初期メンテナンスとハンドガードの交換をしていきます。まずはハンドガードの交換から行います。テイクダウンピンを押し出して裏から引っ張ります。両手でしっかり保持しながらチュッチュの要領で力を加えます。皆さんの地域では何て呼んでいますか？コメントで教えてください。前側のピンは少し硬いので優しくコンコンします。ピンは紛失防止のために完全には抜けません。ピンを後ろから引っ張ってアッパーレシーバー、ロアレシーバーが分割できました。ロアレシーバーは下げておきます。メンテナンスや分解作業の際はトレイを用意しておくと紛失しないで済みます。チャージングハンドルを引いてボルトキャリアを引き抜きます。固定リングをずらしてレールとフォアグリップを取り外します。固定リングはバネの力でこのようにスライドします。続いてハイダーを外します。逆ネジになっているので右回転で緩み、左回転で締まります。取り外したいので右回転に回します。スペーサーとオーリングもなくさないように外します。部品はすべてトレイに入れておきます。ここから工具を使います。 2.5mm の六角レンチでレール上部にあるネジを外します。再度固定リングを後方にスライドし持ち上げるようにレールを取り外します。
次にフロントサイトを取り外します。ピン2箇所をポンチで叩きます。続いて六角ネジ1箇所を外します。サイズは 1.5mm です。あとはグリグリするとサイトやガスチューブなどが引き抜けます。ネジはなくさないように取り付けておきます。バレル根元にあるプラスネジを外します。すると固定リングとスプリングが取れます。油がべっとりなのでメンテナンスがてら拭き取ります。次にリアサイトを取り外します。手で回しましたが、硬い場合はマイナスドライバーやコインなんかも使えます。ダストカバーは閉じておきます。バレルナットを緩めるためにバイスで挟みます。スナップリングがついていてバレルナットの回り止めかなって思って外しましたが、ダミーガスチューブの固定用でした。外さなくてもバレルナットを緩めることができます。革手袋で傷がつかないように固定します。強く締めると壊れるので加減しながら締めます。バレルレンチで半時計回りに緩めます。固定しているからとはいえとても簡単に緩めることができました。これでバレルが取り外せます。ネジロック剤はとても少量でした。ネジ溝もきれいにします。取り付けるハンドガードは HAO インダストリーズ製です。開封します。ハンドガード、バレルナット、スペーサーの3点です。刻印も深く彫られていて上等です。組み付ける際の注意点として、この突き出た細い棒がトップレバーになってます。アッパーレシーバーと組み付ける際にホップダイヤルは最弱にして爪と爪が重なり合うように慎重に取り付けましょう。干渉もなく収まりました。次に付属のスペーサーを通します。続いてバレルナット、ネジロック剤は使いません。抵抗なく入るか確認のためにまずは手締めします。そしてレンチを使って締めますが、バレルナットは材質がアルミなので締めすぎず力加減に注意します。次にハンドガードをつけます。まずトルクスレンチで2箇所を緩めます。今回 GHK MK16 に付属していた工具を使いますが、ホームセンターにも売っています。サイズは T の27です。次に 1.6mm の六角レンチで左右の芋ネジを緩めます。ハンドガードを通します。アッパーレールに段差もなく上等です。トルクスボルトを押し込みます。今は締めません。最初に
左右の芋ネジを締めながらハンドガードの位置調整をします。一気に片側から締めずに左右少しずつ締めます。段差を指で触って確認します。段差がないことを確認したらトルクスボルトを締めます。左右均等に少しずつ締めます。これでハンドガードの取り付けはできました。逆の手順で組み立てていきます。オーリングにスペーサー、ハイダーの順番で取り付け、チャージングハンドル、ボルトキャリアを戻していきます。一度組んでからと思いましたが、実車で動作が渋かったので、初期なじみを良くするためにメンテナンス作業をします。まずベタベタしたグリスを丁寧に拭き取ります。次に以前にも動画で紹介したレボリューショングリスを塗っていきます。初期のグリスを拭き取ってトリガーユニットにもグリスを塗りました。アッパー、ロアレシーバーを組み付けて完成。お、ハンドガードが反響して良い音がします。段差もなく取り付けることができました。隙間が1ミリぐらいありますが許容範囲です。分解メンテナンスをしたので動作の確認と初速の確認を行います。ホップダイヤルは最弱から7クリックかける方向にセット。初速、ジュール、打った数、弾重量、マガジンは人肌に温めています。トリガーが戻らないトラブルもなくなりました。室温は15度、ホールドをオープンしてしっかり打ち切れました。セミオート、フルオートと交互に打ってみます。初速、ジュール、打った数、弾重量、ブローバックスピードが速いので打っていて気持ちいいです。動作や弾道、初速の安定はさすが東京マルイです。続いてフルオート。歯切れの良い連続音が気持ちいいです。今回開封から実車、メンテナンスやハンドガードの交換を行いました。車、バイク、エアソフトガンなど自分でメンテナンスやカスタマイズするとより一層愛着が湧きます。この動画を通してエアソフトガンいじり好きが増えてくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。